学生の本分は勉強です。親にクソ高い授業料を払ってもらっているのですから、当然授業には積極的に出席していくのに飽きたので、今日は嵐山にやってきました。というのもミーハーな私は先日あるアニメに感化されてしまい、持ち前の向こう水な行動力によって Twitter でアンケを実施したところ、大阪から上に行けというご指令をいただきましたので、真上とはいかないものの、だいぶ上のインバウンドで留学に来たんじゃないかってくらい外国人でごった返している名実ともにモンキーパークにやってきました。ちなみに今回機材トラブルにより 720p とかいう衛星画質になっている上、スマホのレンズカバーにひびが入ったまま撮影していた関係で映像が非常に見づらくなっています。ごめんなさい。なんでも渡月橋ズラじゃない桂川に架かるこのやけに有名な橋は836年に完成した現存する日本最古の木造橋みたいな顔をしている1934年完成の鉄筋コンクリート造りの橋です。155メートルある橋長やそのなだらかな弓なりの形が生み出す壮麗さと質素さの融合が多くの日本人の心と大量のインバウンド客の心を引きつけています。日本人はどこへ行ったのでしょうか。平日の午後といえどさすがに少なすぎではないでしょうか。私こんな関西弁で喋らせておいて、実はコテコテの関東人でして、修学旅行はやっぱり京都が定番なんですけど、結局あれは中国の陰謀だったのか何だったのかわからん風の親戚ウイルスのせいで修学旅行はお釈迦になりまして、生まれてこの方京都を観光したことがありません。この動画でやっと京都童貞を卒業したんです。初めてあげちゃきっと今日のこの人の量は空いてる方だと思うんですが、日本人という日本人は人力車のあんちゃんか年金で暇を持て余しているご老人たちしかおらず、駅前留学ならぬ隣県留学状態になっているのはデフォルトですか。京都民の方いらっしゃったら教えてください。さて、例の橋を渡りましたら全くノープランでフラッとやってきたために、どこに行ったらいいのかわからないアホンダラはとりあえず川の左岸を北上していきます。この桂川の景色も思ったより綺麗ですね。水は真緑でくっそ汚都会にしては綺麗な方だと思います。どうやらボートは人気のアクティビティであるらしく、平日にもかかわらずたくさんのリア充どもが手こきボートでずっこんばっこんしていました。調べてみると3人乗りで1時間2000円で借りれるようです。梅田のぼったくりカラオケに行くよりはマシなお値段です。今度乗ってみようかな。水汚いけど。全言撤回。乗るならこちらの10人乗りの屋形船にしましょう。大人1人1500円と少々お値段は張りますが、代わりに自分で漕ぐ必要がありません。さらに乗り合いなので、ぼっちが平日昼間に1人真緑の川でボートを漕ぐという世紀末みたいな絵面を回避することができます。まあ乗り合わせる人はほとんどが外国人でしょうけどね。ちなみに屋形船の素材はないかなと撮った写真を見てみたのですが、屋根のない大人数ボートしかありませんでした。これはどういう部類の船なのでしょうか。調べてもよくわかりませんでした。日焼け付き屋形船ということでしょうか。面白いものを見つけました。中国人とおぼしき人たちが石碑の周りにたむろしていたので行ってみると、なんとあの周恩来の来日記念碑だそうです。彼らは中国語で石碑を読み上げておられました。やはり中国人からすれば周恩来は偉人なのでしょうか。日本人でいうところの誰でしょうか。ロッキード事件。頂上展望台まで190メートル。なんとも動画映えしそうな名前ではありませんか。それに190メートルというのはボルトなら19秒もかからない距離ですから、こんなんすぐですよ。すぐなわけなかったんだよな。展望台には坂道がつきものですが、これはかなりの急坂の部類ではないでしょうか。5月なのに初夏並みの気温が発汗を促進します。今日嵐山に特攻したのは気候の問題もあります。旅行はどうせ行くなら晴れの日に行きたいものですが、春は花粉、夏はサウナ、秋は花粉、冬は寒いと来ていますので、花粉が落ち着いて梅雨が始まる前の5月中旬の晴れの日というのは1年の間でも稀に見るお出かけ日和なのです。なんとか息を切らしながら登り終え、そこに待っていた景色はおよそ私の京都のイメージとは異なる保津峡の自然でした。保津峡といえば川下りでしょう。始まりは1885年と現代版渡月橋の完成より半世紀ほど古く、夏目漱石、水上勉、三島由紀夫など著名な文学作品に幾度となく登場しています。初期の頃は偉人道と呼ばれるほど他国の品格を招いた川下りが主流で、一般には用いられなかったそうです。この渓谷の岩肌でひときわ存在感を放つ寺院は大比較千光寺。江戸時代の豪商が大井川を開削する工事で亡くなった人々を弔うために千光寺を移転して建てたものだそうです。ぜひ今度行ってみたいところで、公式ホームページを覗いてみると、何やら和尚さんがブログを書いておられまして、非常に面白かったです。そんなわけで、インバウンドのせいなのか知りませんが、大変なことになっているゴミ箱を晒しつつ、私は下山し、こちらは間違いなくインバウンドのせいで大変なことになっている竹林の小道をせっせこ足早に通り過ぎると、何やら雅度合いが限界突破している神社に出会いました。ここは宮神社。天皇の代理として伊勢神宮に仕える西王が伊勢に赴く前に身を清める場所で、源氏物語に登場するレベルの超度級神社です。
それは正直この入り口の神々しさを見ただけで確信しました。オーラがパネー。別に私は特段ロマンチストではないと思っていますが、この光の差し込みとコントラスト、木々の緑と鳥居を見ると美しさとは何ぞやを再確認させられます。境内もこのクソゴミ画質でお伝えするのが申し訳ないくらい素敵でした。ここはかなり狭い部類に入ると思うのですが、窮屈といった印象はなく洗練されていて清々しく感じられます。奥の方には苔むした緑々しい庭園があり、ここもまた風流を感じさせてくれます。学校をサボってプチ旅しに来た回があったというものです。少人数の授業だったので講師には迷惑をかけたかもしれませんが、ここに来れたことを考えれば安いものです。ちなみにこんなものもありました。迷惑行為など払い清めたいことを書いて水に浮かべれば文字通り洗い流してくれる、そんなシステムをお持ちでしたか。あいにく私にはそんなやましい事柄などつゆの一つも存在しませんから、300円を払うまでもありません。思ったのですが、人に迷惑がかかる行為をするようなゴミクズ人間がこの神社に足を運ぼうとするでしょうか。みんなきっと清流のように綺麗な心をお持ちだと思う。清流じゃなくて桂川だろと叫ぶ人に石を投げられました。ひどいな。それはさておき、私は商店街のアイスの誘惑に負けそうになりながら、いやいやアイスなんてどこでも食べれるやん、わざわざ観光地ぼったくり価格で買うことほどアホらしいことあるかとか悶々と考えているうちにズラじゃない桂川に帰ってきました。川ではいかにも水遊びを楽しんでいました。水場があればすぐ入る、バナナがあればすぐ食べる。彼らはどうやら周りの状況やこの後のことなど目に入らないようです。こういう人たちがごく少数であることは十分わかっていますが、それにしても母数が多すぎます。オーバーツーリズムが問題を引き起こすのも納得というものです。そんなところで今回の旅は以上となります。また次回の旅も Twitter の暗記で募集したいと思います。暇があれば必ず行きます。よかったらチャンネル登録だか評価よろしくお願いします。あと次回こそは画質が向上していると思います。それではご視聴ありがとうございました。